ポルシェジャパン YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。この時間は静岡県にあります富士スピードウェイからポルシェカレラカップジャパン第4戦ミシュランチャレンジの決勝の模様を実況され方でお送りしていきます。さあ、この週末はですねスーパーフォーミュラのレースがなんと3レースありまして、そして共助カップのレースもあることからですね本当にたくさんのお客様がこの土曜日の朝からですね詰めかけてというそんなレースになっています。上空は雲に覆われていますので、思った以上には暑くない、そんな週末にはなりますし、午前中はね、雨絡みということになりましたので、予選もですねウェットコンディション、そんな中での戦いとなっています。どんなレースになっていくのか、そしてこれからですね出来上がっていく路面、そのあたりとポルシェのパイロットたちはですね戦う、そんな決勝になっていくのかなと思います。さあ、今ですね、グリッドの方にも各マシンがついていまして、これからフォーメーションラップに向けてという、そんな時間帯となっていきます。ウィングウィズベンチュラー、こちらはですね、はい、タイガー・ウーです。はい、5番手からのスタートになります。先週この富士スピードウェイで、このポルシェのですねスプリントチャレンジジャパンがありましてね、こちら参戦してということですから、2週連続のレースになって、なるべくその車の車内の温度をですね熱くならないようにというところでフォーメーションラップに入りました。フォーメーションポールポジションからのスタートは伊藤黎明になります。そしてその横ですね、不運の岡山大会ではノーポイント2戦連続というところで、今シリーズランキング的にはですね苦しい立場になりましたディフェンディングチャンピオンの木村伊織になります。ただこの位置から、今シーズンまず初のですね優勝に向けてという戦いになっていきます。さあ、改めてポールポジションからは伊藤黎明です。木村伊織2番手、そして3番手からは渡来太一です。プラーマクラスはヒロがポールポジション、そしてその後ろですねポイントランキングトップタイガー・ウーです。浜崎勝がいます。正田がのマシーン、これからのレース、そして2位表彰台とありました。木村伊織は逆にですね2番手のスターティンググリッドだったんですけども、2戦ともですねリタイアノーポイントに終わりました。3番手からは渡来太一です。前回の岡山大会では間もなく後方のマシンもグリッドにつきまして、いよいよ第4戦ミシュランチャレンジの決勝がスタートになります。さあ、各社グリッドにつきました。ポルシェカレラカップジャパン第4戦ミシュランチャレンジ、シグナルがオールレッドスタートしました。さあ、まずは1コーナーに向かって加速をしていきますが、伊藤黎明が前に行く。木村伊織、その後ろには渡来太一も続いて1コーナー入っていきます。さあ、まずはホールショット、接触あった。なんと後ろからヒロが加速して上がってきたところ、クラスのトップヒロがですね接触でこれ止まりましたのはタイガー・ウーですね。5番手スタートのタイガー・ウーも今マシンを止めました。でも戻ってきていないような状況です。さあ、スタートリプレイ見ていきますが、伊藤黎明がいいスタート、そしてそれに続くような形で木村伊織、そして渡来太一は1コーナー外に振ったところですね。イン側ブレーキ止まりきれずに、ここは来てしまったのがプラーマクラスのポールのヒロでした。退院していったところにイン側ヒットありまして、木村伊織はスピン、そして飾る形になります。さあ、それではですね第4戦の暫定のリザルトをご覧いただきましょう。見事優勝は逆転でした。カーナンバー99 7x7 レーシングの渡来太一選手が優勝、そしてその差はですね1000分の85秒差、伊藤黎明選手が2位、そして木村伊織選手はその1周目の接触でねスピンもありましたけども3番手までポジションを